はい、どうも、たんぼです。今回はワークポイントの特定を省いて、コースをできるだけ減らした超手抜きウィザースケトラップを作っていきたいと思います。特徴1、トラップ周辺に湧いたウィザースケルトンを誘導して処理。板ガラスを置いてワークポイントを特定する必要がないので、簡単に作ることが可能です。特徴2、ウィザースケが落としたアイテムは、アイテムエレベーターで上へ運搬。チェストを圧迫する石の剣を取り除いて格納していくため、長時間の運用も可能です。特徴3、地中に埋まったネザー要塞でも作成可能。トラップ周囲15マス程度のウィザースケを誘導するため、湧き潰しなしでもある程度の効率を発揮。ウィザースケの頭を少しだけ入手できれば良いという場合にぴったりです。特徴4、しっかり周囲の湧き潰しをすれば最大効率となり、毎時60前後のウィザースケの頭と大量の骨と石炭を入手可能。状況に合わせて効率を上げることが可能です。待機場所までアイテムを運んで石の剣も処分してくれるので、トラップに近づく必要がなく安全にウィザースケの頭を集められますので、ぜひ参考にしてくださいね。では作り方です。今回必要な材料はこちら。ピグリンのデスポン対策用に名札と装備品を入れていますが、どちらか一つあれば OK です。ドロップ増加のついた剣があると、ウィザースケの頭のドロップ率が上がるのでおすすめです。トラップ周囲の巻き潰しをして効率を上げたい場合は、ハーフブロックが大量に必要になるので、状況に合わせて別で準備してください。次に作成する場所についてですが、シンクの森バイオーム以外のネザー要塞がおすすめです。理由はシンクの森ではピグリンが湧いてウィザースケと敵対して効率が落ちるためですね。ピグリンを湧かせないようにするには、湧きポイントの特定と湧きポイント以外の湧き潰しが必要になり、工数がかかるので、できるだけシンクの森バイオーム以外のネザー要塞で作成してください。ちなみにソウルサンドバレーの要塞だとウィザースケがたくさん湧きますが、探すのが大変なので、シンクの森バイオーム以外という感じでいいかなと思います。次にトラップを作る位置は周囲に湧きポイントが多い十字路に作ります。もしこのように十字路が密集している場所があれば、さらに効率アップが見込めるのでおすすめです。地中に要塞が埋まっている場合も、周囲に十字路が多い場所を選んでください。今回は運よく要塞が露出していて、十字路が密集している場所があったので、この位置に作成していきますね。ではまず十字の中央に石欄画を埋めて、逆さの T の文字になるように方角を変更します。この時の状態が奥が南、手前が北になりますね。トライデントのめり込みにくい方角で作っていくので、プレイヤーが南を向いた状態で作っていきましょう。次は十字の4つの角を削って、このように床を広げます。まずはこの角の部分、削るのはここと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 ここ。一旦このようにしたら、適当なブロックをポン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 と置きます。はい、こんな感じですね。では残り3箇所も同じ要領でやっていきます。はい、OK。次は右手前の一部をこのように深さ2になるように掘り下げます。掘る位置はここから1、2、3、ここから1、2、3。このように床下2マスの深さになりますね。次は今掘り下げた位置に不透過ブロックと上向きドロッパーを設置します。まずはこの位置に不透過ブロック、その手前に上向きのドロッパーをこのように設置します。吐き出し口が上になっていることを確認しておきましょう。次はドロッパーの左から中央の石レンガの手前までこのように掘っていきます。掘る位置はドロッパーの左からですね。こんな感じで掘っていって、中央の石レンガの手前まで掘っていきましょう。この時落下しないように注意してくださいね。次はドロッパーの側面から石レンガの手前の位置までホッパーをこのようにつないでいきます。ホッパーの向きはこちらです。では落ちないようにしゃがみながらドロッパーの側面から1、2、3、4、5、ここで曲げてポンポン。はい、 OK。 次はピグリンを入れる場所を仮ブロック、トラップドア、ガラスでこのように作っていきます。まずは石レンガの上に仮ブロックを1、2個置いて下は壊します。次に仮ブロックに向けて下付きのトラップドアを各方面に取り付けていきましょう。できたら仮ブロックの上にガラスを置いて仮ブロックは取り除いてください。次はレールを敷いてピグリンをトロッコで連れてきてトラップドアの中に入れてデスポンしないようにします。ここで入れるピグリンはクロスボウ持ちだとウィザースケを攻撃してしまうので、剣を持ったピグリンする点に注意です。レールは石レンガの隣からこんな感じで適当な長さ伸ばしていきます。次は剣を持ったピグリンを連れてきてトロッコに乗せたらトラップドアの方に押していきましょう。無事ピグリンを石レンガの上まで運べたらトロッコは壊して OK です。レールも取り除いておきましょう。次はピグリンのデスポン対策です。方法としてはこのように名札を使って名前を付けるか、手持ちの装備を投げ与えて装備させるのでも OK です。次は石レンガの隣にレールとホッパー付きトロッコを横向きに設置します。
まずはこの位置にレールを置いて、一旦隣を壊してレールを置いて横向きにします。できたら元に戻して、あとはホッパー付きトロッコをレールの上に設置してください。次は1マス残してホッパーの上をブロックで埋め戻して、残した1マスの両サイドを1マス広げます。ではここから埋めていきましょう。こんな感じで埋めていって、最後1マス残します。あとはこことここを掘ってください。次はトラップドアを追加してレールとトロッコをこのように設置します。まずはしゃがみながらこのトラップドアの下にトラップドアを設置。できたら元あったトラップドアを壊します。次にトラップドアの側面に仮ブロックを置いてレールをポンポンと置いたら、このレールと仮ブロックは撤去。こんな感じで横向きのレールになりますね。次はレールの上にトロッコを置いて、このトラップドアの側面にしゃがみながらトラップドア、反対側も同じようにトラップドアを設置してトロッコを固定します。次は丸石の壁をこのように設置します。まずはこのトラップドアの下からこのように置いて、あとはトラップドアを囲むようにこんな感じで置いていきます。ここまで置いたらこのトラップドアの下も置きましょう。はい、この形ですね。凸みたいな形です。次はガラスとピストンをこのように設置します。まずはガラスをここ、あと斜め上に来る感じでここにも置きます。あとはピストンをこの位置にこの向きで設置してください。次は仮ブロックと向かい合わせのオブザーバーを使ってクロック回路を取り付けてトライデントを刺します。まずはピストンの側面に仮ブロックを置いて横に向けてオブザーバーをポン。反対側に回ったら仮ブロックを撤去してオブザーバーに向けてオブザーバーをポン。ピストンがこのように動いていれば OK。 あとはピストンの前にトライデントを刺してください。次は湧き潰しのためにハーフブロックを置き、太化ブロックとガラスで回路の置き場を作ります。まずはピストンとオブザーバーの上にはハーフブロックを設置。次にオブザーバーの側面から太化ブロック、ガラスを3つ曲げて太化ブロックを設置。一旦こんな感じです。あとはこの位置に太化ブロックを設置してください。この位置ですね。次は回路です。ダスト、トーチを使って信号がドロッパーに伝わるようにしていきます。まずはこの太化ブロックの横にダスト、その上のこの位置にトーチ、次はこの位置にダスト、次はこの太化ブロックの側面にトーチ、次はこの太化ブロックの上にダスト、次はこの太化ブロックの側面にトーチ。あとはこの位置からここまでダストを伸ばしてください。つなぎ終わるとこのようにドロッパーまで信号が伝わってカチカチと音を出すようになるので確認しておきましょう。では一旦テストです。このホッパー付きトロッコの中に適当なアイテムを入れてみてドロッパーの上に出てくるか確認しておきましょう。このように動いていれば OK です。次は通路の高さから39マス上までアイテムを上に運べるようにドロッパーの上に十字のガラスを作って伸ばしていきます。まずは通路の上にいる時の高さを確認。 Y54 ですね。ここから39を足した Y93 まで上がっていきます。ガラスの置き方はドロッパーの上、奥、左は太化ブロックがあるから大丈夫。あとは手前、右。あとはドロッパーの上にこのように十字の形でガラスを積み上げながら Y93 の高さまで伸ばしていきましょう。はい、Y93 まで積み上げました。ここまでで基本的な仕組みは完成しているので、石の剣を除外する仕分け機を作らない場合は簡易的な待機場を作って完了でも大丈夫です。次は一番上のガラスから西に4マス、南に4マス、東に6マスガラスを伸ばしたら、それを基準に 13×7 の横長い待機場の床を作ります。待機する場所はピグリンがいる位置の真上で待機したいので、こちらに長くなるようにしていきます。まずはこちらに1、2、3、4。次はこちらに1、2、3、4。最後にこちらに1、2、3、4、5、6。こんな感じですね。あとはこれを基準に 13×7 の床を作っていきましょう。床が作れたら少し待機してみて、下で処理されたウィザ付けが落とすアイテムが上がってくるか確認しておきましょう。はい、ちゃんと上がってきてますね。確認ができたら待機位置が分かりやすいようにこんな感じで目印をつけておくと良いかなと思います。では視点を変更して続けます。次はアイテムエレベーターを5段高くして最上段を1箇所削ってアイテムが横に出てくるようにします。まずはアイテムが上がってくる位置を確認。ここですね。ここからガラスを1、2、3、4、5段。あとは十字の形になるように置いていきましょう。ここまでできたらこの位置のガラスを1つ壊してください。
こうすることで上がってきたアイテムがこの位置のガラスの上に乗るようになるので確認しておきましょう。次はマグマ入り大釜と下向きドロッパーをこのように設置します。ドロッパーの向きはこちらです。まずはこの位置に大釜を設置、マグマ入りバケツでマグマを入れておきます。次は下向きドロッパーを大釜の上に置くのですが、少し置きづらいので、一旦この位置に置いて、上からピストンで押し込んで、下向きのドロッパーを大釜の上に設置してください。次はラージテストを4段このように設置します。チェストは大釜から1マス離したところから、ポンポン。この位置ですね。あとはこれを4段にしていきましょう。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意してくださいね。まずはチェストのこの位置から横向きホッパーをポン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 。次は一番上のホッパーの横に横向きホッパー。ドロッパーの上には下向きのホッパーを設置します。次はドロッパー横のガラスをターゲットブロックに変更してレール、チェーン、ホッパー付きトロックを使って上がってきたアイテムをホッパーへ渡せるようにしていきます。まずはドロッパー横のガラスをターゲットブロックへ変更。次はこの位置にレールを置いて、このホッパーの上にはチェーンを設置。レールの上にホッパー付きトロックを置いたら、チェーン側に押し込んでください。では視点を背面に移して続けます。次は不等価ブロックで回路の置き場をこのように作ります。不等価ブロックを置く位置は大釜の後ろからポン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 と置いて、あとこの位置にも置いてください。次は回路です。コンパレーター、ダスト、リピーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちら。コンパレーターはモードを変更しておきます。まずはコンパレーターをこの位置にこの向きでポン、モードを変更しておきます。次はダストをこの不等価ブロックの下から1、2、3と置いて、リピーターはこの位置にこの向きでポン、リピーターの先にダストを設置してください。では一旦テストです。ドロッパーの中に石の剣などスタックできないアイテムを複数入れてみて、このように1個だけ残して処分されるのを確認しておきましょう。次はスタック不可アイテムを除外する回路です。まずは不等価ブロックをこのように置いて回路の置き場を作りましょう。まずはこの不等価ブロックの後ろに不等価ブロックを1、2個。次にこのホッパーの後ろから1、2、3個。次はこのホッパーの後ろから1、2、3個。一旦このように置きます。あとはこことこことここを壊してください。はい、この形ですね。次は回路です。コンパレーター、ダスト、トーチ、リピーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちらです。まずはコンパレーターをこの位置にこの向きで設置。次にダストをこことここに設置。トーチはこの不等価ブロックの側面にポン。次はダストをこの位置にポン。最後にリピーターをこの位置にこの向きで設置してください。はい、これで装置の仕組みは完成です。ヒント。ではドロップ増加の剣を持って30分ほど放置してみます。サバイバルで放置するときは先に待機場をガラスで囲ってから行ってくださいね。また今回のトラップは演算距離4で運用するので、演算距離4になっていない場合は変更してくださいね。はい、30分経ちました。今回はウィザ付けの頭は16個なので毎時30個ぐらいですね。地中に埋まっている要塞だと周りにモンスターが分ける場所が多いのでもっと少なくなりますが、数個を集めるだけで十分という場合は特に分け潰しはいらないかと思います。もっと効率を上げたい場合は処理層付近にモンスターの分けが集中するように、プレイヤーから44マスのモンスターの分け範囲に入っている場所を下付きハーフブロックでこのように分け潰しをするか、もしくはブロックを削ってしまうのでも OK です。しっかり分け潰しをすると30分で25個前後、毎時50個前後、ソウルサンドバレーだと毎時60個前後まで効率が上がります。必要に応じて分け潰しを頑張ってみてくださいね。では最後に待機中にガストから攻撃されないように待機場をガラスで囲っていきましょう。アクセスしやすいようにネザーゲートを置いておくのもありですね。はい、今回は脇ポイントの特定を省いて工数をできるだけ減らした超手抜きウィザ付けトラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた次回の動画でバイバイ。